どうもベルです。今回は、ブームステイの攻略ということで、最新のアリーナ攻略をやっていこうかなと思います。かなり前にアリーナ攻略やったんですけど、もう半年くらい前で、それからかなり、ヒーロー追加もされていったので、今のアリーナ、どのヒーローを使えばいいのっていうところですよね。ただ、並走の効果がちょっとあまりに大きすぎて、並走の強さがアリーナのランキングになっていったり、落ち着いたサーバーだと、もう強い人が、防衛抜いたりしてて、ガチバトルする機会って、そこまで多くないと思うんですけど、3ヶ月に1回くらい来る、クロスサーバーのアリーナイベントだったり、新サーバーのアリーナの方だと、結構盛り上がると思いますし、今の私がそうなんですけど、たまにアリーナやると楽しいんですよね。なのでぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速、アリーナを見ていきたいんですけども、アリーナで強いヒーロー。で、これ、誰が強いとかではなくて、どういうヒーローが強いのか。ここについて、皆さんご存知でしょうか？基本的には、野戦と同じなんですけど、一つ、野戦と大きく違うことがあって、このアリーナだと、事前に配置する部隊の位置を選んでいけるので、タンク役。すなわち、相手から攻撃を受ける壁役をしっかりと、機能させていくことができます。そして、野戦では、相手への追撃。そして部隊人数が減ってしまった時に、相手から撤退するのに、必要不可欠な移動速度。で、この移動速度って、もう普通の野戦だったら、めちゃめちゃ大事じゃないですか。ただ、アリーナって、もう逃げるとか、追撃するとかの概念がなくて、もうどちらかが全滅するか、もしくは、時間制限になるかっていう、この二択なので。なので、移動速度は考えなくて OK です。そして、アリーナ、もう一つ大事になってくるのが、この戦うフィールド自体がめちゃめちゃ狭いんですよ。なので、範囲攻撃がもう相手にバンバンヒットします。なので、普通の野戦より、範囲攻撃持ちのヒーローが、さらに強くなります。で、まとめると、普段の野戦より、タンク役のヒーローが、ちゃんとタンクの役割を果たせるので、強くて、範囲攻撃持ちのヒーローも、相対的にまた強くなっていって、相対的ではないですね。普通に強くなっていって、その代わりに、移動速度に特化したヒーローっていうのが、その移動速度分の強さがなくなっちゃうので、どうしても弱くなってしまうのかなと思います。で、なので、おすすめヒーロー及び、部隊が、まず、最強タンク要員のトム・サンダー。そして、範囲攻撃持ちヒーローとして、射撃だと、こちらのルイとチュン。チュンリーダーですね。そして、ジェイコブ。彼は基本的に、ジュリアと組ませるか、ルイと組ませるかっていうところなんですけども、このあたりが非常に強くて、あと、歩兵だと、最近大人気の宮本ですね。このあたりを軸にして組んでいただくと、アリーナでは非常に有効なのかなと思います。ちなみに、私が今使ってるヒーロー構成が、こちらの、エレナ・キャサリン。そして、チュンとルイ。そして、ベラスベン。そして、トム・サンダー。そして、ジュリア・ジェイコブ。この構成なんですけども、これ私が、宮本部隊を育成してないので、ある種、妥協した、構成ではあるんですけど、
まあ、圧倒的耐久力を持ってる、トム・サンダー。そして、メイン火力役の、チュンとルイ。そして、まあ、ジュリア・ジェイコブがいて、あと、移動速度を抜きにしても、普通に優秀な、ベラスベンですね。こちらと、あとはエレナ・キャサリンですね。現状、騎兵の範囲攻撃持ちのレジェンドヒーローがいないので、こんな感じになってるんですけども、まあ、今後、強力な騎兵の範囲攻撃持ちヒーローが来たら、まあ、そちらが使われるでしょうし、戦うエリアが狭いので、もうビアンカのバフがちゃんとかかるんですよ。ちょっと今回まあ、ちょっと僕がビアンカそんな、育成終わってないこともあって使ってないんですけども、全然ビアンカも、このアリーナでは有効です。でも、かといって、トム・サンダーの最強壁は崩したくないんですよ。で、そして、範囲攻撃の射撃部隊も崩したくないんですよね。で、そうなると、この後ご紹介する、うちのまあ、ナンバーワンの人の、構成にもあるんですけど、騎兵ヒーロー一人と、ビアンカを組み合わせていくのも非常に有効なのかなと思います。で、まあ、まとめると、トム・サンダー、そして、ルイとチュン、そしてジェイコブ。で、このままだと射撃3人になってしまいますし、まあ、そもそもめちゃめちゃ強いジュリア。で、あとは、宮本部隊。まあ、基本的にはアダット宮本ですね。このコンビと、あとは、エレナだったり、ベラの、強力な騎兵ヒーローを使っていただくか、あとはビアンカを使っていただくのが良いのかなと思います。まあ、あと、トム・サンダー部隊に関しては、結構最近始められた方だと、組めない方もいらっしゃると思いますので、その場合は、ライゴロと組み合わせるのも全然ありなのかなと思います。ただ、中トンもそうなんですけど、このアリーナに関しては、このサンダーの回復効果っていうのが、もうめちゃめちゃでかいので、仮に、サンダーの1スキルだけしか、マックスになってないよという状態で、ライゴローが覚醒してるっていう場合でも、ライゴローよりサンダーを優先していただくのが良いのかなと思います。では、実際にアリーナのバトルを見ていきたいんですけども、いやー、これ圧倒的敗北ですね。まあ、兵装負けてて、パーツ負けてて、私、未だに騎兵が TO っていうこともあって、まあ、勝ち目ないですね。一応強いて言うんだったら、スキンのバフだけは若干僕の方が高いはずなんですけど、他全部負けてるので、まあ、ちょっと、まあ、来月からまたね、ちゃんと課金して、強くしていこうとは思ってるんですけど、まあ、それは一回、置いておいて、この5つの、戦闘ログを、見ていきたいんですけど、この5つの、戦闘ログ、どちらも、兵装とか、ヒーロー構成とか、バフは一切変えてないです。変えたのは、配置のみです。で、なおかつあれですね。僕が攻めてるので、攻め側の攻撃配置のみ変えてます。なのに、こんな感じで、各レポートごとにめちゃめちゃ大きな差があります。なので、ちょっとこの配置についても少し語っていこうと思うんですけど、一番悪かったのが、この真ん中にある3つ目のレポートで、相手の部隊がほぼ残っちゃってる状態ですね。まあ、それに対して、まあ、2番目だったり、まあ、4番目に関しては、かなり前線してるのかなと思います。じゃあなんで、こんなに差があるかっていうことを、深掘りしていきたいんですけど、こちら4番目のレポートですね。こちらレポート、リプレイを、見ていきたいんですけども、こちらですね。今のこの、攻撃してる相手を見ていただきたいんですけど、相手の火力部隊に対して、もうこっちは、トム・サンダーだけで受けている状態で、で、逆に、こっちも、トム・サンダーを、相手のトム・サンダーを火力部隊4部隊で全力で落としに行ってるんですよ。
で、その結果、互いに、トム・サンダーを落とし合った後に、火力役同士の、純粋なぶつかり合いになった感じですね。なので、結構これがもう純粋なバフさというか、配置による有利不利とか、ない状態での今のレポートなのかなと思います。ただ、3つ目のレポート、こちらですね。ちょっとさっき倍速で分かりづらかったと思うので、今回は等速で見ていきたいと思うんですけども、こちら注目していただきたいのが、私の一番下にいるジュリアです。この部隊なんですけども、ジュリアって、射撃部隊ですね。射撃部隊って、火力がある代わりに、撃たれ弱いんですよ。なので、攻撃は最初から受けたくないんですよ。で、なおかつ、射撃って、騎兵に弱いので、もう完全に、すぐ落とされちゃって、すぐ、4対5の状態を、すぐ作られてしまったことで、もう圧倒的な敗北になってしまった形なのかなと思います。で、このもう本当に、この今3対5ですね。で、結局もう、1部隊2部隊差がついちゃうと、もう、その後に、こっちの攻撃力とかもだいぶ落ちちゃってるので、どんどん差は最終的に広がっていくんですよ。なので、かなり、厳しいところなのかなと思います。それに加えて、トム・サンダー部隊って、もう落とすなら落とす。で、落とさないんだったら、もう一切攻撃せずに、後回しするみたいに、決めていかないと、もうずっと仕事されちゃうんですよ。もう削っても回復されちゃうので、もう落とすんだったら、もうトム・サンダーを、集中攻撃して落とすのか。もしくは、もうトム・サンダーを放置して、相手の火力部隊を最初にもうバンバン、攻撃していける配置にしていただくのが良いのかなと思います。もう本当に一番ダメなのが、トム・サンダー相手に、1部隊とか2部隊で攻撃している状態っていうのが、本当にダメなので。で、あとは、結局、放置した時に一番火力出すのって、チュンとルイなんですよ。もちろん、人によっては、ジュリア・ルイとか、そういうので組んでる人もいると思うんですけど、結局今、射撃の範囲火力部隊っていうのが一番火力出せるので、そうなった時に、その火力部隊をいかに早く落とせるかっていうのも、今非常に重要になってます。なので、その部隊がいる列に、こっちの火力役っていうのもしっかり集中させていって、全力で落としに行くような配置を使っていただくと、アリーナで非常に勝ちやすくなるのかなと思います。で、あとは、防衛側の配置の時なんですけども、さっきのような、ジュリアですね。射撃部隊は、もう必ず後方に配置してください。もちろん例外的に、前に配置した方がいいと、いい時も、攻撃側だとあるかもしれないんですけど、防衛側だと、もうさっきみたいに、もう相手からすると、もういいターゲットになっちゃうので、もうそこは非常に弱点になってしまいますので、もう基本的には、後列に配置していただいて、こんな感じで、歩兵だったり騎兵で蓋をしていただくのが良いのかなと思います。ただ、この配置については、あくまで、ご自身の部隊と相手の部隊によって、ちょっとイントネーションあれだったんですけど、相手の部隊によって、最適解は、異なっていきますので、今回の動画はあくまで、参考までにお願いできればなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になるんですけども、アリーナ、最近やってなかった方も、ぜひ、ね、今回の動画を機に、やっていただけると、嬉しいなと思います。で、次回なんですけども、皆さん、このゲームの戦闘システムってちゃんと理解されてますか？例えば、20万の部隊で野戦して全滅してしまった時。その時って、重傷兵士が5万くらいで済む時と、10万くらい重傷兵が出てしまう時。
この差ってなんで起こるかわかりますか？また、基本攻撃ダメージだったり、カウンターダメージ、そしてスキルダメージ。この3つの違いだったり、兵装の製造効果で狙っていくべきステータス。これらって皆さんご存知ですか？あと、そもそもこのゲームの戦いってどのように処理されているのか、知らない方も多いと思いますし、ここらの話って絶対に知っておくと育成に役立つんですよ。もちろん戦っていくときに、その知識があることで有利になるのはもちろんなんですけど、育成するときにも、こういうのをちゃんと知っておくことで、じゃあこっちを伸ばしていった方が強くなるよねとか。そうすることで、結果的に、育成するときの無駄を大きく省いていけると思いますので、ぜひ、次回の動画からの戦闘攻略シリーズもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。